皆さん、こんにちは。ずんだもんです。今日はね、フランスについてワクワクするニュースを5つご紹介するのだ。実は、フランスの郵便番号って5桁じゃないらしいのだ。一部の地域はなんと2桁なんだって。へえ、意外でしょ。そんなフランスのニュース、今日は5本立てでお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。自宅ガレージでの交通事故という記事なのだ。フランスで交通法に関するとっても重要なニュースがあったのだ。最高裁判所がなんと40周年を迎えたバダンテール法の適用範囲を広げる判決を出したのだ。ガレージの中での事故にも適用されるようになったらしいのだ。バイクのガソリンが原因で火災、そこから始まった20年越しの裁判劇、その驚きの結末、一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は華やかな国、フランスをご紹介するのだ。フランスは西ヨーロッパに位置し、首都は花の都、パリなのだ。長く豊かな歴史があり、市民革命を経て共和制を築いた国でもあるのだよ。現在の人口は約6800万人ほどなのだ。この国の魅力は何といっても文化、ファッション、美食、芸術は世界をリードしているのだ。ルーブル美術館やエッフェル塔など見どころも満載なのだ。産業としてはエアバスなどの航空宇宙産業、高級ブランド、そしてワインやチーズに代表される農産物が特に有名で、国際的な影響力も大きいのだ。最近では環境問題への意識が高まっていて、再生可能エネルギーへの移行やエコロジーなライフスタイルが注目されているのだ。伝統と革新が融合した魅力あふれる国、それがフランスなのだよ。一つ目のニュースなのだ。ルレのデカトロン島での強行行動を受け、古着回収、選別に緊急支援という記事なのだ。みんな、大変なニュースがあるのだ。古着の回収や選別をしているルレさんという団体が、なんとデカトロンさんやキアビさんの駐車場にたくさんの古着をばらまくという強行行動をしたのだ。これは世界的な古着市場のピンチで自分たちの財政がとっても大変な状況にあることをみんなに知ってほしかったからなのだ。ルレさんはフランス中にある2万2000個以上の古着回収コンテナでの作業も一旦止めたんだって。このままだと古着の回収や選別をしている会社全体がもうダメだってなっちゃう寸前だったらしいのだ。でも良いニュースもあるのだ。この大変な状況にフランスの環境移行省さんが動いてくれて、話し合いの末妥協案に達したのだ。これで8月には緊急支援が始まることになったのだ。よかったのだ。ルレの会長さんが言ってたのだ。何も言わずに倒れるわけにはいかないのだ。で、この古着の業界全体でフランスだけでも2000人以上、全体では3000人ものお仕事があるんだって。特に社会復帰を目指している人たちもたくさん働いているから、もしこの活動ができなくなったらとっても大きな社会的損失になっちゃうって心配してたのだ。だからこの緊急支援でみんなが安心して古着のリサイクルを続けられるといいのだ。ずんだもんも応援しているのだ。二つ目のニュースなのだ。ラリー、エリソン、シリコンバレーの豪遊家が復帰という記事なのだ。ラリー、エリソンさんがまたまた注目されているのだ。オラクルの創業者で80歳なのに、ドナルド・トランプさんに引っ張り出されてきたのだ。なんでもDIKTOK の買収を考えていたり、AI データセンターのすごく大きな契約にも関わっているみたいなのだ。最近、ホワイトハウスでトランプさんが AI への巨額投資について語るとき、エリソンさんもサム・アルトマンさん、孫正義さんと一緒にいたのだ。トランプさんはエリソンさんのことをあらゆるものの CEO って呼んで、わざわざ来る必要ないのに来てくれたってとっても敬意を示していたのだ。それもそのはず、エリソンさんは世界の長者番付で3位から5位に入るくらい、約2300億ドルもの超大金持ちなのだ。
もう10年も会社の公式なトップじゃないけど、まだまだ現役でシリコンバレーで大活躍しているのだ。このお金持ちのおじいちゃん、本当にすごいのだ。3つ目のニュースなのだ。自宅ガレージでの交通事故という記事なのだ。フランスで交通法に関する大事なニュースがあったのだ。最高裁判所が40周年を迎えたバダンテール法という交通事故被害者のための法律の適用範囲を広げる判決を出したのだ。この法律はこれまで公道での車両事故に適用されてきたのだけど、今回の判決でなんと私有ガレージ内での事故にも適用されることになったのだ。きっかけは2004年に起きたある火災事故なのだ。軍の宿舎に住む Y さんがガレージに止めていたバイクにガソリンを入れすぎちゃって燃料が床にこぼれたのだ。近くのボイラーの火が引火して家が燃えちゃったのだ。家主の保険会社 MAF が多額の賠償金を支払った後、Y さんの勤務先の国に対して賠償を求めたのだ。国側は車両が関わる事故ならバダンテール法が適用されるからバイクの保険会社が払うべきだと主張したのだ。でもパリの裁判所は火災の原因はこぼれたガソリンであって車両じゃないと判断し、国に MAF への支払いを命じたのだ。国は支払った後、今度は Y さんの住居保険会社に請求したのだ。Y さんの契約には交通事故による損害は対象外という条項があったから国は Y さんに過失があったと主張したのだ。こうして20年以上も続いたこの紛争で最高裁は私有地で起きた車両関連の事故にもバダンテール法が適用されるべきだと判断したのだ。これはこれからの交通事故の責任に関する考え方に大きな影響を与えるかもしれないのだ。ちょっと難しい話だったけど、要するにバイクが原因なら私有地でも交通事故として扱われる可能性があるってことなのだ。4つ目のニュースなのだ。研究税額控除は企業を意欲的にする制度。フランソはメティブイエ教授という記事なのだ。フランスの研究税額控除 CIR は企業の研究開発を後押しする大切な仕組みなのだ。毎年70億ユーロも国の税金が使われているんだけど、その効果については実はあんまり効率的じゃないんじゃないって疑問の声も上がっているのだ。例えば企業の研究開発費が思ったほど増えなかったり、外国の多国籍企業をフランスに呼び込む力も弱いって評価されているのだ。なんでこんな制度を続けているんだろうって思うよね。経済学者さんたちはね、新しいイノベーションを生み出すにはすごくお金もかかるし、結果も不確実だから企業は強い臆病になっちゃうっていうのだ。もしこの支援がなかったら企業は新しいことに挑戦するのをやめて他の会社の真似ばかりするようになっちゃうかもしれないのだ。そうなったら国全体の研究開発が停滞してイノベーションも経済成長もダメになっちゃう可能性があるのだ。だから CIR は企業がよしやってみるのだって前向きになれるように資金面でサポートする目的があるのだ。これでお金を確保して新しい研究所を作ったり研究員さんを雇ったりお給料を増やしたりできるはずなのだ。でもね、せっかく確保したお金が必ずしも研究開発に使われるとは限らないっていう課題も指摘されているのだ。例えば製品のマーケティングに使われたり研究とは関係ない部署の人件費になったり株主さんへの配当が増えたりすることもあって本来の目的から外れることもあるみたいなので今後の改善が期待されるのだ。5つ目のニュースなのだ。国民を名乗り、異論排斥、トランプ、オルバンらの共通レトリックという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。最近、世界のいろいろな場所で非自由主義的なリーダーと呼ばれる政治家さんがどんどん力をつけているらしいのだ。アメリカのトランプさんやイスラエルのネタニヤフさん、ハンガリーのオルバンさん、イタリアのメローニさん、それにフランスのルペンさんなんかがその代表なのだ。このリーダーたち、
国はバラバラなのに、使う言葉ややり方に共通点がいっぱいあるのだ。彼らはね、ほとんどの人は黙っているけど、本当は私たちが彼らの声なのだ。って言ったり、悪い敵は国内にいるのだ。って決めつけたりするのだ。グローバル化が進む中で、自国の個性や文化を強く守るのだ。って主張するのだ。自分たちは国民のために話しているって言うけど、実は民主主義の大事な土台を揺るがしちゃうようなこともするのだ。そして、自分たちの意見に反対したり、邪魔になる存在は何でも攻撃しちゃうのだ。例えば、裁判官さんや、テレビや新聞のメディアさん、いろんな国が集まる国際機関、それから大学までも攻撃するのだ。歴史や政治を研究しているマルレー・ヌラルエルさんっていう専門家さんが、この非自由主義的なリーダーたちがどんな手口を使っているかを分析してる。モンドっていう新聞が彼らのスターターパック、つまり基本の道具箱を紹介しているのだ。こんなリーダーたちの特徴を知っておくことはとっても大事なのだ。みんなも気をつけてほしいのだ。フランスって華やかなだけじゃなく、古着リサイクルや研究支援みたいに社会や未来を良くしようと頑張ってるのだね。法律が進化したり、世界的なリーダーが出てきたりと、面白いニュースがたくさんあったのだ。これからもフランスから目が離せないのだ。ずんだもんも応援してるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。